突然です許可局ですハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそれから拾っちゃったもの捨てちゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしていましたかというと、実はまだ何もしていない時に喋っているので、これから何かことを起こすであろうということは思っておりますが、めんどくさくなっちゃって寝ちゃうのかな。はいということで、そうまた久しぶりに今ブレンダーというねフリーの 3D ソフトをいじっているんですが、僕はもうずっと古いライトウェーブ 3D というソフトを使ってましてね、これがなかなかずっと使ってたんで慣れてるんだね、もう思うようにサクサク使えるんですが、ブレンダーがこれまた勝手が違うんですが、ブレンダーの方がもっとよりすごい表現ができるということで、今目下勉強中ですんでね、始終の手習いと言いますか、ブレンダーをちょっといじってできればね、この今喋ってる 2D のキャラを 3D にして、それを何ですかあれもう一個なんかソフトがいるんすよ。なんだっけな、一回入れてわけわからんから消したやつがあるんですけど、それでね VTuber を目指そうと、これ10年計画ですよ。10年後に VTuber が流行ってるのかどうか知りませんけどね、みたいなことをやって、今ブレンダーちょっとまた勉強してますってことで、そんなことしておりますというのと、聞きました、今日は見ましたじゃないです。ドラマが2本続いたんでね、ドラマが2本続いたか、番組が2本続いたね、アドのやつと初耳だったね、でドラマのやつと続いたんで、今日はラジオ番組です。東京ポッド許可局ね、冒頭言えてませんでしたね。許可局ね、許可局だけだと言えねえな、なんでだ、東京ポッド許可局言えねえじゃねえかっていうことをやってっていうか聞いておりまして、これね4月から曜日が変わりまして、土曜の深夜、日曜日の朝ですわ、サンデーモーニングサンモニですわね、やっておりますが、この前回の放送のやつが、フィジカル論といって、このラジオ聞く朝にね、僕フィジカル、これはフィジカルが伴わなければ思い出がみたいな話をというかツイートをしてたんで、本当にドンピだったというか、どういうことかというと、中で VR の話からそういうフィジカル、体を動かすことの大切さみたいな、大切さというか、必要だよね、どんどんこうフィジカル面がなくなっていくよなみたいな話からしてたんですが、僕がねこのフィジカルについて思ったのはあれですよ、昔というかね、昔は情報を得るのに、例えば本にしても雑誌、図書館で借りに行くにしても、まず行動が伴うんですよ。体の動きが、フィジカルが、例えば図書館まで電車で行く、雨が降っていたら傘を差して濡れないように抱えて帰ってくるみたいな、フィジカルがね、行動が伴うんですよ。思い出というか、ちょっとその情報を得るためにも、ところがこと最近というかね、もうググればもうすぐじゃないですか。ウィキペディア見るにしても、それが例えばあるミュージシャンでもいいですよ。ミュージシャンの情報ね、どんな曲出してんだろうな調べるときに、昔だったらレコードや CD 屋に行って、売り場の棚まで行って、どんな曲、このアルバムには何が入ってるんだろう、このアルバムには、このジャケットのこのアルバムにはどんな曲が入ってるんだ、ベスト版が出てるけどベスト版に入っていないこの曲が欲しいんだけど、どのアルバムに入ってるんだろう、それはシングルしかないのかなっていうのが、CD やレコード屋に行って、こうフィジカル、体の動きとともに、
この棚にあったこの CD にこの曲が入っているっていうのが行動とともに記憶として残るんですが、ウィキペディアでこう調べるともうほんと全部が全部行動というか動きがスマホのスワイプで終わっちゃうんですよね。スマホをこう操作する指先だけの行動で全てが完結してしまう。それは例えばそのミュージシャンのそのある曲を調べたいであるとか、映画を見たいとか、映画もねネットフリックスやアマゾンプライムなんかで Hulu なんかでこう見るのはこう指先でスワイプしてタップしての記憶というか行動でしかないので、それなかなかフィジカルが伴わないんですよね。同じ行動じゃないですか。そう映画を見るのにしても何か物を探すにしても行動がね全くこうスマホを持って人差し指でスワイプするっていう行動が全く同じなんですよ。だからこう記憶と紐づかないんですよね。こうあの棚にあったっていう行動の記憶とあの棚にあったっていう記憶はフィジカルでこう結びつくんですよね。体の動きとともにこう記憶に刻まれるので、それこそ文字通り体験ですよねっていうのが昔はあったっていうとあれですけども、そういう体験とともに記憶を記録していた。しかし今はその行動がねもう本当に限られちゃってというか同じなのでなかなかこう記憶に残りにくい、たどりにくいんですよね。確かウィキペディアで見たあの情報どうだったかな、何だったかな、なんて検索したかなっていうのはなかなかねこれ記憶に残りにくいと僕は思うんですね。だからそこはあえてこう体を使ってねフィジカルを、例えばね同じ検索するでもいいですよ。逆立ちするとかね、この項目はちょっと足でスマホを操作して検索してやる。そのね気候とともにね、気候っていうのは天気じゃないですよ。今日はとても晴れているのでね、もうすでに暑いゴールデンウィークを前にしてこんだけ暑かったら、7月8月どんだけ暑いんだってね、普通に7月8月は暑いだろうね、そういう話をしてるんじゃないですか。気候ね、奇抜な行動の気候ですをしてやるとか、そういうことをしたら記憶とフィジカルとが紐づいて記憶される。確かあれ探した時俺足で検索したなっていうね、そういう記憶が記録として残るわけなので、だからこのご時世にしてもそうやってフィジカル、体の行動を共にして、記憶するというか記録するっていうことはまだできるね。これがだんだんねもうそのうち言うてる間に何ていうんですか、こめかみに例えばセンサーでも貼っつけてですね、こう考えたものがずらずらっとスマートグラスみたいなところにこう目の前に全部出てくるみたいなようになってくると、今度はもっと本当にそういうフィジカルがどんどんなくなってくるんですよね。ってなるとどうなるかね、人類は今後どうなるかって、もう脳みそだけでいいんじゃないかとかね、肉体がいらないね、肉体から解放される、それこそこうね人類補完計画の話、エヴァですよ、みたいになっちゃうので、これはやっぱりねフィジカル、体の動き、エヴァ操作するのにあれはフィジカルですよ本当にね。腕の一本くれてやるって、あれはもう完全にフィジカルじゃないですか。こう体の行動を伴っているね。なのでなるべくねこう楽になるのはいいんですけども、そこをあえてねこう苦労するというか、こう無理に体を動かしてね記憶していくことがこれからどんどん、だからねもう増えてるじゃないですか街に、トレーニングジムだとかね、あれはやっぱり行動フィジカルが減ってきているから増えているんだと思うんですよ。だからもう今後もっとああいうのは増えると思いますよ。だからトレーニング器具とかねはめちゃくちゃ増えると思いますよ。っていうのを、東京ポッド許可局を聞きながら思いましたね。だからなんか見た映画とか読んだ本とかの記憶っていうのはやっぱり
行動とともに、記憶に残すとこういい思い出というか悪い思い出でも疲れちゃってよとかさ、バス一本乗り過ごしてよとか、そういった記憶とともにこう刻まれるんじゃないのかなと思った話でしたということで、東京ポッド許可局のね土曜日の日曜日の朝ですねに変わってましたよということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。